H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。番組へようこそ。今日のプログラムを始める前に、みんなの大好きなパートである占いに参加しましょう。ところで、さつまいもは好きですか？日本では、精神科医がさつまいもを食べることで個人の長所と短所を明らかにできる超正確な心理テストを発明しました。自分の長所と短所を理解していれば、自分自身をどんどん改善することができます。テストを受けたくない友達は、すぐに後ろに行って、私たちがあなたのために用意した超自然的なストーリーを直接見ることができます。さつまいもの6つの食べ方から直感で選んでみてください。選択後、どれを選択したかメッセージを残してください。答えは番組最後に発表します。今すぐ選択を始めてください。次に皆さんに聞きたいのですが、地獄ミームについて聞いたことがありますか？多くの人は地獄のジョークを面白いと感じます。次に地獄に関する超自然的な話をしたいと思いますが、この話は長州のスーさんからのものです。さて本題ですが、この物語は一人称で語られます。卒業旅行で大南のズーマセ農場に行きました仲良しの友達数名と私は遊ぶのが好きな人たちです。私たちは何も恐れることはなかったので、農場を探索する計画を立てました。せっかく見に行ったのに、この話は番組内で続きます。エンディングの公開にも注目してください。ゾマガセ農園の地図を見ると山奥に続く細い道があった。新山はいつも人々に神秘的で刺激的な感覚を与えてくれるそうなので、キャンプファイヤーパーティーの前に探検することにしました。雑気瀬に到着したら、まずは学校が用意した工程に従って歩きました。夜の9時半、計画を実行できる時間が見つかったので、この時間に冒険を開始することにしました。夕方9時半、予定通り登山道に到着した。彼らはそれぞれ携帯電話の懐中電灯を点灯し、道を歩き始めました。歩いていると山の不思議な雰囲気を感じました。突然前方にお墓が見えてきました。ほとんどの人は墓石を見たら無視してその場を立ち去ることを選択するでしょうが、私たちの友人の一人、ヒロは懐中電灯で墓石を照らしました。彼は墓石の写真を見て、そこに書かれている名前を読んだ、林天寿。その名前は今でもはっきりと覚えています。しかし、別の友人のアジューが微笑んで、天寿は失敗した、と言ったので、この冗談を聞いて全身鳥肌が立ちました。ここは冗談を言う場所ではないと伝えようとしたが、彼は気にする様子もなく笑い続けた。全体の雰囲気が少し変になりました。神秘的な深山の中で、どんな不思議な出来事に遭遇するかわからないまま、私たちは進んでいきます。冒険中は緊張と好奇心が交錯し、この卒業旅行にちょっとしたミステリアスな雰囲気を加えた。どうしてくだらないことを言っているのですか？他の3人の友人たちは笑い続けて言いました。なんてことだ、とても面白い。まったく。寿命を延ばすのに失敗した。墓に泊まった、後もう時間が近づいているのを見て急いで戻ることにしました。参加するためにキャンプファイヤー会場へ。パーティーの後は一日中遊んでとても疲れたのでみんな部屋に戻って休んでいました。ほぼ全員がベッドの上で携帯電話をスクロールしていたところ突然誰かがドアをノックしました。え？と思いました。テンポが遅れたのでしょうか？ヒロはドアを開けに行ってまた閉めました。彼は私たちに振り返り誰もいないと言った。突然またドアをノックする音が聞こえた。ヒロが再びドアを開けようと歩み寄ると、今度は皆の目が彼に集中した。私たちが泊まった部屋の外の廊下がかなり長くて、最後の部屋だったので。論理的に言えば、ドアをノックしに来る人はいないはずですが、もし誰かが来たとしても、どこに隠れるのでしょうか？その結果、ドアを開けた後、アホンが私たちを振り返って、誰もいない、と言ったその時、突然、角からアコンがいたずらっぽい笑みを浮かべて現れました。彼は、ドアをノックしているのは自分だと認め、笑顔で、こう言いました。まあみんな怖がっているでしょう、ね。私たちは怒りが爆発しそうになりましたが彼がそんないたずらをするとは予想していませんでした。
一晩中、私たちの部屋はコングに一票って引き起こされた恐ろしい雰囲気で満たされ、誰もが眠りにつくのが困難でした。この冒険体験は山の神秘を感じるだけでなく、アコングの地獄喜劇を直接体験することもできました。彼はぼんやりと何か言いました。寿命を伸ばしたいですか？どうぞ入ってください。なんと、こういうことを言わせるのは一体何なのか。みんな気持ち悪かったので、今回は笑えませんでした。ヒロは急いでドアを閉めた。突然客室の電話が鳴り、すぐ隣にあったので取ってみました。電話の反対側から奇妙な音が聞こえました。誰かが話しているように感じられ、ノイズのように聞こえました。話していたのは男の子でした。すぐに電話を切りましたが、しばらくしてまた電話が鳴りました。電話を取ると、今度は明らかにうるさい音が聞こえましたが、笑い声が起こっていることを確認しました。すぐに受話器をしまうと、みんなが私に視線を向けたので、誰かが何をしているの？電気はあるの？と尋ねたので私は再び受話器を手に取り誰かがいたずらしていただけでしょう。あそこで、と言いました。電話の向こうは男性でした、と笑っている。そう言った直後、また電話が鳴った。みんなが私を見て、私もあなたを見て、少し不安になりました。もう一度電話を取ると、今度は、天寿、という深い声が聞こえました。この名前は私に衝撃を与えました。私は落ち着いて、何が欲しいの？と尋ねると電話の向こうで深い笑い声が響き渡りその後電話は沈黙しました。その夜、私たちの部屋には奇妙な雰囲気があり、誰もが少し不気味に感じました。誰が私たちをからかっているのでしょうか？それとも本当に超自然的な力がここにあるのでしょうか？私たちの誰もそれを説明することができず、この忘れられない夜を恐ろしい雰囲気の中で過ごすことしかできませんでした。電話を見ましたが、実際には出たくありませんでした。しかし、みんなが、電話に出てみませんか？と言いました。みんなに促されて、私はついに電話に出ました。すぐに電話の相手に尋ねます。あなたは誰ですか？何をしたいのですか？その声は笑い声と同じノイズです。私はみんなにこう言いました。彼は笑っています。聞きたいですか？コングがやってきて電話を取り笑っていますか？と言って電話を切りました。電話を切った後、私たちは目に見えないところで、しかし意識を外して、ゆっくりお風呂に入って寝ることにしました。この時点で、この迷惑な電話のもつれを取り除くことを期待して、電話コードも抜きました。みんなが片付けてから寝始めたのですが、私はとても疲れていたので、すぐに寝てしまいました。眠りに落ちた後、漠然と奇妙な音が聞こえました。ヒロが隣で寝ていたので、独り言のようにつぶやいているのが聞こえた。本当に眠れなかったので、目を開けてヒロを見つめました。彼は全身震えていて、阿弥陀様、と言い続けました。私は彼に尋ねました。アーホン、どうしたの？アーホンは私を見てこう言いました。あなたコングを見てくださいやー。テレビも消していないので部屋の電気はついていなかったが、いつもと違う表情で壁に向かうコンの姿がぼんやりと見えた。私は部屋の異様な雰囲気に気づき、歓喜がした。私はアホンの視線を追い、アコンを見つめながら、心に言い知れぬ不安を感じた。この静かな夜に、私たちは今の電話でのもつれが何か信じられないことを引き起こしたのではないかと思い始めました。私の目の前にあるすべてが、この夜をさらに奇妙で理解できないものにしました。私は皆を見て、実際にはそれを手に取りたくなかったことに気づきました。でもみんなが、電話に出ないの？というので私は電話に出ました。すぐに電話の相手に、あなたは誰ですか？何がしたいのですか？と尋ねます。その声はまだ雑音と笑い声です。私は言った、彼は笑っています。聞きたいですか？コングがやってきて電話を取り笑っていますか？と言って電話を切りました。電話を切った後、私たちは目に見えないところで、しかし気にならないように、できるだけ早くシャワーを浴びて寝ることにしました。この時電話コードも抜いてください。みんなが片付けてから寝始めたのですが、私はとても疲れていたので、すぐに寝てしまいました。眠りにつくと、ぼんやりとノックの音が聞こえた。
ヒロが隣で寝ていたので、独り言のようにつぶやいているのが聞こえた。なかなか眠れず、目を開けてヒロを見ると、全身が震えているのに気づきました。彼は言い続けました。阿弥陀様。私は尋ねました。あーほん、あなたはどうしたのですか？彼はアコンを指して言いました。あなたアコンを見てみなさい。テレビも消していないので部屋の電気はついていなかったがコンが壁に向かって頭を壁に打ちつけ、常にノック音を立てているのがぼんやりと見えた。私、コングを何をしているのですか？本を言いました。シープ、聞いてください。コングが口を叩くたびに大声で笑いました。その音は私が電話で聞いた音と全く同じでした。私は疑い深く尋ねました。彼は無遊病ですか？私は何をすべきですか？無遊病から目覚めることはできないと言われています。本は彼は無遊病ではないはずですと言いました。その時、電話が鳴りました。電話線が全く繋がっていなかったので、私たちは皆飛び降りました。私は急いで電気をつけ、電話の電源を入れると、電話の音は止まりましたが、コングを笑いながら壁を叩き続けました。すぐに担任に携帯電話で連絡し、状況を知った担任が数名の教員と役員を連れてきてくれました。先生はその様子を見て、すぐに外に出て待つように言いました。私たちが外で待っていると、突然アコンの叫び声が聞こえ、教師たちが急いで彼を引きずり出しました。その後、先生は大丈夫だから先に寝なさいと言いました。しかし、今起こった後、当然、私たちはよく眠ることができませんでした。一晩中、不安な雰囲気が私たちの部屋に浸透し、不思議な出来事が私たちを眠らせ続けました。コングさんの精神状態が異常になったため、両親は彼を家に連れ帰ることにしました。私たちは卒業旅行を続けましたが、アコンが去った後、学校に彼の痕跡はありませんでした。噂によると、アコンの精神状態は非常に悪く、大声で笑うことしかできず、最終的には精神病院、一般的に強靭保護施設として知られるところに送られたこともありました。こうしたことすべてを考えると、私は当時コングが言った、寿命は伸びても長寿は伸びない、という地獄のジョークを思い出します。今、アジュは知性を失った珍獣名となり、全人が絶望的な状態に陥っている。ラオワンは時々地獄のジョークを目にします。ひどいジョークだと分かっていても、それでも大声で笑わずにはいられません。ただし、冗談は場合によって異なりますが、そうでない場合は、それはもはや冗談ではなく、深刻な結果を伴う危険な行為です。翌日、クラスの先生は、コング君の両親が彼を家に連れ帰ったと発表しました。私たちは卒業旅行を続けましたが、アコンの影はまだ残っていました。運命占い王への答えを発表した後、今日、ラオワンは初めてゲームをステップアップすることに決め、みんなと一緒に超自然的なビデオを見ることにしました。超自然的な映画を見たい友達は見逃さないでください。最後に、老王は、さつまいもはどうやって食べるのですか？この6枚の写真のうち、直感で最初に選んだのはどれですか？と、尋ね全員が次々と選択しその後に続くスリルと興奮に直面しました。皮ごと肉を食べる友達、あなたの長所は、大胆な性格で、衝動的に行動し、直感的に行動し、通常は成功を収めることです。あらゆるタスクを最短時間で素早く完了できます。ただし、他人の意見によって自分の意見が揺らいでしまい、他人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる場合があるのがデメリットです。あなたの衝動性は、状況によっては不要なトラブルを引き起こす可能性があります。選択肢に半分に分けて食べる友達、あなたの利点は、大人数のチームで他の人とうまく協力できることであり、集団生活でも良い人気を獲得できることです。あなたの感情的な性格は、他の人をあなたに引きつけるのを容易にします。ただし、欠点は自分の魅力と忘れられるのではないかと心配することが多いことです。時々、ふとした考えのせいで人生に虚しさや不安を感じることがあります。選択肢3、皮を剥いて同時に食べる友達あなたの利点は、マルチタスクの能力があり、物事を素早く効率的に実行でき、よく褒められることです。
ただし、効率を追求するあまり、他人の良い提案を無視したり、効率を追求しすぎると問題が発生する可能性があるというデメリットがあります。この能力は一刻を争う状況では有利になりますが、やりすぎには注意が必要です。あなたがどのタイプのさつまいも愛好家であっても、それぞれに独自の長所と短所があります。自分のさつまいもの食べ方を理解することで、自分の可能性を発見して最大限に発揮できると同時に、自分の欠点に気づいて改善に努めることができるかもしれません。選択肢4、友達を切り刻んで食べるあなたの長所は、常に上品に振る舞い、広い心を持ち、世界や人や物事を広い視野で見られることです。ただし、実は自分が思っているよりも優れているのに、他人の目を気にして嫌なことを無理してやってしまうことが多いのが欠点です。細かいことが気になることで決断を躊躇し、結果として行動が遅れてしまうこともあります。選択肢5、半分に食べる友人あなたの長所は、物事に対する独自の視点を持ち、特別なアイデアをよく思いつき、ユーモアがあるため人気があることです。ただし、先延ばしにする傾向があり、仕事をギリギリまで先延ばしにすることがよくあります。古い考えや概念によって制限され、その結果、革新や変化が制限される可能性があります。選択肢6、食べる前にすべての皮を剥く友達。あなたの利点は、物事を中途半端にせず、一度始めたら最後までやり遂げることです。謙虚に他の人にアドバイスを求め、尋ねる前に下調べをすることができます。ただし、同時に2つのことができないというデメリットがあり、何かを始めたばかりだと動きが遅くて良いチャンスを逃してしまう可能性があります。効率は向上しますが、マルチタスクに関しては柔軟性が必要です。さつまいものそれぞれの食べ方は異なる性格特性を反映しており、それぞれに独自の長所と短所があります。自分なりのさつまいもの食べ方を理解することで、自分自身をより深く理解し、欠点を改善し、より包括的な自己啓発を実現できるかもしれません。それは性格だと思いますか？それが性格かどうかは関係なく、あなたの気持ちを私に共有してください。次のステップは、超自然的なビデオを一緒に見ることです。7月直後、バイク運転者が仕事から帰宅し、混雑した車線に手を突っ込んでいるのを見つけた。このビデオが公開されるとすぐに1万件以上のいいねと数千件のコメントが寄せられました。次にあなたと一緒に超自然的なビデオを見ましょう。それは携帯電話であることが判明しました。ことわざにあるように人は人を死ぬほど怖がらせます。手を伸ばして電話を取ることができるとは本当に期待していませんでした。そして重要なのはドアが通り抜けることができるということです。携帯電話も大切ですが、手はもっと大切です。今日のプログラムはここまでです。この話について何か考えがある場合、または他の超常現象の経験を共有したい場合は、私に知らせてください。超常現象の物語は常に人々の好奇心と想像力を刺激します。この超常現象のエピソードから何かを得ることができれば幸いです。他に共有したいトピックやストーリーがある場合は、それらについて言及することもできます。メッセージボックスには、さらに超自然的なストーリーを投稿しました。下にスクロールして読むことができます。聞きたいトピックがございましたら、メッセージを残してお知らせください。同時に、あなた自身の超自然的な物語をお持ちの場合は、私に投稿してください。誰もが多くの素晴らしい経験や共有できるストーリーを持っており、特に超常現象のものは常に魅力的です。コメントや寄稿を残すことで、これらの神秘的で魅力的な物語を共有し、一緒に探索することができます。ご協力ありがとうございました。また次回お会いしましょう。あなたの考え、ストーリー、または期待をメッセージエリアに残していただければ幸いです。一緒に不思議な扉を開けて、この神秘的で興味深い世界を探索し続けましょう。次回お会いできるのを楽しみにしています。